ルームツアーをしてみたいと思います。右左右左みたいなこういう木のコースターとかレーザープリントみたいなアラビアのドロワラインっていう本当に元気。結構バリカラーが多くて、それが可愛い。こんにちは、えりこです。今回は久しぶりにお家のルームツアーをしてみたいと思います。で今回もおしゃべり形式で彼と一緒に進めていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この家に引っ越してきてからちょうど1年経ちます。で、前回やったのが2月とかなので意外と半年ぐらい経ってて、こっちのちょっと奥の方のスペースとか結構アップデートしたところがたくさんあるので、そこもちょっと紹介しながら全体の家具とか工夫しているところとかそういったところを紹介できればなと思います。では早速行ってみましょう。で、何度かもうすでにルームツアーしてるんですけど、初めて見る方もいると思うので、最初にレイアウトとか間取りのお話をちょっとしたいと思います。でまず間取りなんですけど、我が家は 2LDK のメゾネットタイプのお家です。でここが上の階で、下の階に寝室と書斎というかオフィススペースとお風呂とトイレがあって、この上の階はリビングダイニングキッチン、あとベランダという感じで、今回はこのダイニングリビングキッチンのところをメインで紹介していきます。でこの家を選んだ理由は、もう大きくはもう日当たり、もう我が家は結構撮影することとか、写真を撮るのも好きなので、結構日当たりがいいお家がいいなと思って、この天井も高くて、で結構火が我が家は入ってくるので、そういったところを重視してお家選びをしました。やっぱ昼ね、気持ちいいのはいいよね。ここの上の階は結構リラックススペースというか、こうくつろげるスペースみたいな感じで使ってるので、日当たりがいいとやっぱり気持ちが良くて、日当たり大事だなというふうに1年間住んでみてとっても実感してます。ついついね、作業とかも下にデスクあるけど上でやっちゃいたい時あるよね。ある。天井も高いし日当たりいいから本当に気持ちよくて、それはすごくこのうちのいいなっていうふうに思っているところです。じゃあ全体のレイアウトはそんな感じで、ちょっとエリアごとに詳しく紹介していきたいなと思います。結構前回からも大きく変わったところいっぱいあるよね。そう、意外とちょっとこの前のやつ振り返ってみたら違うお家かも。違うお家とは言わない、全然この前の動画でここもっとこうしたいんですよねって言ったところを結構アップデートできたなっていう感じでした。とはいえ、その変わったところだけ紹介すると結構味気なくなっちゃうから、改めてこうメインのダイニングのところとか、そういうところのいつも使ってる大好きなやつを紹介していこうか。そうします。でまず最初はこのダイニングテーブルのエリアから紹介していきます。でここは主に2人でこう食事をとったりとか、ちょっとした作業をしたりとか、この上にいる時に大半の時間はこのダイニングテーブルのところで過ごしていることが多いです。でここのこだわりポイントとしては、何といってもこのダイニングテーブルとダイニングチェアかなと思います。でこのダイニングテーブルはヘイの CPH20 を我が家は取り入れてます。天板がリノリウムの素材になっていて、グレーの色で、足がウッドの V 字というか三角形みたいな足になってます。これにした理由は、前の家で丸テーブルを使ってたんですけど、やっぱ丸テーブルって結構使いやすいなっていう風に思って、こう2人でちょっと隣り合わせに座って、ここにこう花瓶とか置いたり、真ん中に何か物を置いたりとかすることもできるし、あと知り合いとか友達が来ることが多いので、こう食卓を囲む時に、丸テーブルの方が人数何人来たとしても結構座りやすいので、それがいいかなっていうふうに思ってます。直径120センチのテーブルなんですけど、あまりこう場所を圧迫しすぎなくてすっきり見えるので気に入っています。あとさ、このグレーというかちょっと青っぽい、グリーンっぽい色だよね。そうだね。結構我が家は色物の雑貨とか、こういう木のコースターとか鍋敷きとか、こういうのものも木のものとか多いので、木との相性がいいっていうのもいいし、こういう色物が置いても入るのがすごくいいなっていうふうに思います。それで言うとさ、そういえば1年ぐらい使ったけど、そんな傷とかもなんか目立たないね。傷目立たない。
コップ置いた後とかはついちゃうね、ついちゃうけど、いつもでも歌丸とかで拭いたらそうそうそう綺麗になるね。ちょっとコップを置いた後とかそういうのはついてしまうんだけど、ちょっと汚れちゃったなと思っても拭いたら綺麗になる。割とメンテは簡単な方かもね。でそのヘイのテーブルに合わせてるのはガルファニタスっていうブランドの S16 っていうチェアです。セメントグレーっていうカラーとパールゴールドっていうカラー色違いで揃えて使ってます。でこれ選んだのは CPH20 のこの足がこう三角形でちょっと V 字っぽくなっているので、その足とこのガルファニタスの V 字の足、これが相性いいかなっていうふうに思って選びました。でこれ1年使ってみたんですけど、木のこういう固めの座面って疲れやすいかなっていうふうに思ったんですが、結構座りやすくって全然疲れないです。座りやすさは確かにいいかも。さすがに何時間も座ってると腰痛くなるかもしれないけど、でも確かに普通の椅子とかよりはだいぶ楽だなっていうふうに感じるかも。座りやすいよね。座りやすい。なんかヘイの椅子も検討していろいろ座ってみたりしたんだけど、ちょっとね座面が高かったりとかして、私身長150センチなのでこう足がつかなかったりすると座りづらいだろうなっていうふうに思って、でこのガルファニタスのやつがいいんじゃないかと思って買ってみたら、私はこれ結構気に入ってます。ヘイのテーブルにこのマリメッコのフラワーベースを置いていて、これもとっても気に入ってます。去年の冬ぐらいに買ったんですけど、そこからずっと気に入ってて、毎回お花を生けるのもこちらをメインに選んで生けるようにしてます。日本にいるとあんまりこう大きなフラワーベース、インパクトがあるフラワーベースってあんまりないので、私たちは結構海外行った時に大きなフラワーベースを買ってそれを使うようにしてます。透明なシンプルなフラワーベースではあるんだけど、形が特徴的なので机に置いといてもキーポイントというかアクセントになってくれてるなっていうふうに思っています。ありそうなんだけど、なんかあんまないのがいいよね。そうちょっとね難点としては花瓶がこう横に広いので、そのいろんなお花をこう生ける時に難しいなっていうのが難点。いつもこれが正解なのかわからないと思いながら試行錯誤して生けてて、これが難しいからちょっと最近生け花習いたいなって思ってるぐらい、ちょっとこれで生けるのを勉強するようになりました。それぐらいなんかちょっと生けるの難しいけど、でもここに置いておきたいなっていうようなフラワーベースです。で我が家は結構こういう大きな家具とか大きな雑貨はシンプルな色で合わせてることが多くて、キーカラーでテラコッタ色を取り入れてるので、後から紹介する本棚とかはテラコッタ色のものとかあるんですけど、他は結構ベージュとかグレー、あとはウッドの色とか、そういうシンプルな色で合わせるようにしてて、ポイントで雑貨とかあとお花も大好きなので、そういうもので色を取り入れるっていうような感じのインテリアにしてる気がします。で次はダイニングテーブルの裏のスペースを少し紹介します。でここは主に飾り棚みたいな感じで、棚とか本棚とかスツールとかを置いて、自分の好きなものとか本とかを飾るスペースとして活用してます。ダイニングエリアがあって、こっちに小上がりスペースがあるので、そこのちょっと区切りみたいな感じの役割もしてくれてるかなと思います。ちょっと大きなものというかこだわりを紹介していくと、まず一番お気に入りなのがこの本棚です。ハーマンミラーのブックタワーを使っています。トマトっていう色でテラコッタ色が可愛いなっていうふうに思ったのと、私たち本が好きなのと、あと結構洋書とか写真集とかなんか見せたいなっていう本もたくさんあるので、見せられる本の収納がないかなっていうふうに探してて見つけました。結構182センチ、190センチかな、190センチぐらいだったかも。190センチぐらいの高さがあって、お家の中でも存在感があるような。でこの棚の向きを自由に変えられるので、私たちはこの交互に右左みたいな感じになるように配置してて、横に置くところもあれば、こういう風に表紙を見せる感じで収納してるところもあれば、こういう風に小物を収納してたりします。でそのブックタワーの隣に置いてあるのがフルクラムっていうブランドのオープンシェルフです。ここは収納というか、お花置いたりお香、あとは下にガジェットとか隠したいものとかをちょっと収納するボックスがあって、
収納みたいな感じで活用してます。この位置って見える位置にあるので、どういうシェルフを置こうかなっていう風に結構選ぶ時迷ったんですけど、このフルクラムのシェルフはここが木になってて、マットな質感のシルバーの棚で、あんまりこういうデザインのものって見つからないなっていう風に思って、価格もお手頃なんじゃない？3万ちょいぐらいだったよね。シェルフにしては結構お安いんじゃないかな。そうだね、デザイナーズとかの中で言うとお手頃かな。なんかインテリアとしてここの隣に置いても馴染むかなっていうふうに思って選んだんですが、実際に使ってみてもとっても気に入ってます。でシルバーでここもシンプルなので、これはアルテックっていうブランドの小物入れなんですけど、こういう色物の家具を置いても映えるし、お花とか本とか置いてもなんか絵になるのでとても気に入ってます。でここで前とちょっと変わったところで言うと、このフラワーベースかなと思います。これはオーストラリアに行った時にオーストラリアのミリグラムっていうブランドのフラワーベースを購入しました。上下どっちでも使えるっていう感じのフラワーベースで、小さいお花を生けるときはこの状態で使って、もっとバッと生けるときは反対にすると長いお花とかも生けれるっていうか、このフラワーベースシンプルなんだけど、結構このグリーンのここのシェイプとかが印象的で、お家にあると割とアクセントになってくれるなっていうふうに思います。さミリグラムのやつってさ、結構バイカラーなのが多くて、なんかそれが可愛いよね。そうあそこにあるジョウロとその隣のフラワーベースも同じミリグラムっていうブランドのものなんだけど、ちょっとバイカラーとか色がキャッチーだったりとかするものが多いので、日本に来たらいいのになっていうふうに思う、気に入っているブランドです。一応日本でも輸入できそうな感じではあったよね、この前見たら。オーストラリアから国際発送みたいなのもできるような、対応しているようなところだったので、気になる方は見てみてください。でここのスペースに新しく入ったというか新入りがこのムーミンスツールです。これはアルテックのスツール60っていうスツールのアルテックとムーミンのコラボアイテムみたいな感じで、これはフィンランドに春旅行行った時にもうフィンランドで現地で購入して頑張って手荷物で持って帰ってきました。新婚旅行で春に旅行に行って、そのタンペレっていうちょっとフィンランドのヘルシンキからちょっと遠いところにあるムーミン美術館行ったりとか、アルテックもアールト亭とかいろいろ回ったのがその時初めてだったので、思い出深いというかムーミンの歴史とかアールトの歴史とかをいろいろ聞いた中で、その2つのブランドがコラボしてるのってなんかいいなっていうふうに思って購入を決めたのが理由です。普通のムーミンの絵柄じゃなくて、ムーミンを作ったトーベ・ヤンソンさんがなんか自由帳とかに落書きしてたような、そういう落書きの絵をちょっとレーザープリントみたいな感じのになってて、本当に落書きしてあるみたいなタッチが可愛いなっていうふうに思ってます。あとはこの色、スツー60のベーシックな色ってもう少し白っぽい色なんだけど、ハニーっていうカラーで、我が家には結構その浅い木の色っていうよりもちょっと濃い木の色の方が合うというか、私好みだなっていうふうに思ったので、その木の色も気に入って購入しました。今年限定のスツールなので、これを持ってたらこの時この旅行ったなっていうのがきっと思い出せるなっていうスツールになるはずなので、そういうのもあって購入しました。物に記憶を宿してるんですね物に記憶を宿すこともあります。宿すこともあります。はい。で次はこの小上がりスペースの紹介をします。ここはだいぶ変わったよね。そう、ここはだいぶ変わってます。どこから紹介しようかな。本大好きでたくさん本があるので、前はなんかね、この窓際に全然片付けられない本とかをめちゃめちゃ積んであったんだけど、すっきり収納したいなって思って念願のお気に入りの本棚を購入しました。デンマークのボーエモンセンっていう方のヴィンテージのシェルフで、シンプルな作りではあるんだけど、結構重厚感があるというか質感がすごく気に入っています。シンプルなデザインではあるけど、でも直接見ると味があったりとか、あとは細かくね、棚の調整ができたりとかする機能性も結構あって、あとはやっぱ
この木目っていうか質感かな。木ってやっぱ木の素材によって全然雰囲気変わるので、いろいろ見る中でチーク材のシェルフがいいなっていうふうに思って結構探してて、本好きだから大事に使いたいなっていうふうに思って奮発して購入しました。無事ね、いろいろ小説とかこう飾りたいものはこういう感じでブックスタンドにこう立てて表紙を出してたりとかがいい感じにこうレイアウトできるこう横長の本棚でとっても気に入ってます。でこのブックシェルフには、本以外にもちょっと思い出のものとかも飾れたらいいなと思ってフィンランドで買ってきたこのお気に入りのマグカップを収納したりしてます。アラビアのマグなんですけど、アネモネっていうこのシリーズとヒルカリーサーホラっていうアラビアの当初のというかもう初めてこの手書きの模様でマグカップを描いた人みたいなんですけど、これはヴィンテージのショップで見つけてがいいなっていうふうに思って買ってきました。でその隣にこうアートを飾ってるんですが、これがアルテックの90周年の限定ポスターみたいなので、これもフィンランドでこの前購入してきました。そうここに飾ってたアートはなんかちょっと階段の前にね移動してるんだけど、ここにこれを飾ってます。ちょっと色もねカーペットと合ってて、ここはこうめくるとデザインの本とかビジネス書とかちょっとこうガチャガチャってこう見えるので、それをこういう感じで隠してます。本棚を購入したので、その前に使ってたこっちの本棚は少しレイアウトを変えて5個のボックスになってて、なんか段々にしてたんだけど、それを一つちょっと向きを変えて今 L 字みたいな感じでレイアウトするようにしてます。気づいたら植物だらけになってたんですけど、お花とか観葉植物とか。サンセベリアンもう伸び伸びだね。ね、すごい伸びてる。伸び伸びだね。生き生きしてるね。これも可愛い。オーストラリア発のね。そう、オーストラリア発の。あっちのペットボトルのキャップで作った。オーストラリアのペットボトルキャップ。へえ。ミルクのペットボトル。そう。その後ろのこのカーテンも新しく購入しました。ここカーテンレールがないので、ドロワーラインっていう長い突っ張り棒をここに設置して、そこにこういうリングで布を留めてます。でカーテンも悩んだんですけど、1423っていうイエノっていうブランドが出してるカーテン用のマルチクロスっていうのがあって、それを2枚別の布を購入してつけてみました。ここはね、反対側が普通にコンクリートの壁になってて、特にこう目隠ししなくてもいいっていう感じなんだけど、丸見えすぎるとちょっと嫌だなと思って、光がこういい感じに入ってくる薄手のリネンの素材のカーテンがあったらいいなっていう風に探してて見つけました。家のは薄手のものもあるし、厚手とかいろんな種類もあれば、マルチクロスなので高さがちょっと変わっても別の箇所とかに移動しようとしても調整がすぐできる。こう折ってるだけなので、引っ越したりとかたくさんするとその度にカーテンって買い替えなきゃいけないのが嫌だなっていうふうに思ってたので、これは画期的だと思って、ここもそうだし下の階でもその1423っていうマルチクロスを使うようにしてます。このリングも売ってるから購入できるんだけど、これはもともと私が持ってたものでユニコで購入してたのがあって、それを使ってます。ちなみに、はい、そこは普段は何をされてるスペースなんですか？ここはもう読書スペースみたいな感じになってて、このマットレスに座ってこう読書したり、あとは普通に寝転んだりとか、本当にくつろぎスペースみたいな感じで使ってます。このマットレスはヘイの三つ折りにできるマットレスで、来客があった時とかのベッド代わりにも使ってます。ここにシーツ敷いて枕持ってきて寝ることもできるので、結構これも便利で、その上に敷いてるのがポピーね。ポピー、そう、これポピー柄のタオルブランケットです。タオルスタジオっていうドイツのブランドのタオルなんだけど、セレクトしてるお店があって、ちょっと概要欄に貼っとくんですけど、そこで購入しました。ちなみに、はい、今読んでるおすすめの本は何なんですか？今読んでるおすすめの本は
今読んでる途中だけどあれかな、本日はお日柄もよくっていう原田マハさんの小説を今読んでて、それ結構もう最初の出だしから面白くてサクサク読み進めてます。どういう感じの雰囲気の小説なの？スピーチライターの人のお話で、師匠みたいな尊敬するスピーチライターの人に友達の結婚式で出会って、そこからスピーチライターを目指すみたいな小説で、私もちょっと出だしを読み始めたばっかりだから分かってないんだけど、読みやすい、すごくちょっと長めなんだけど読みやすいし面白いだろうなっていう感じで読み進めてるのでおすすめです。あと読み終わった本で言うと、お探し物は図書室まで、青山美智子さんの話、これもほっこりするお話なのでおすすめ。この2つかな、今のおすすめは。小上がりスペースの隣のこのスペースは結構アップデートしました。もともとね、ここにはこのシェルフがなくて、なんか物置みたいな感じでボンボンとこういろいろ物を置いてたんですが、やっとこう収納してお部屋の一部として出来上がったなっていう感じです。でやっぱりメインはこの IKEA で購入したウォールシェルフ、これが一番メインの家具かなと思います。廃盤になったっていう。そうだね、今は廃盤になったみたいなんですけど、このベージュ色のウォールシェルフでこう普通にこう扉で収納できるスペースと、真ん中にこう見せて収納できるところがあって、上もこういう風に物を飾れるスペースがこう広く取れるので、雑貨とか飾ったりとか、ここも好きに使ってます。特にこの中でお気に入りのものはあるんですか？お気に入りというか、ここは黄色と緑のレイアウトみたいな感じに自分の中で勝手に決めてて、全体的にオレンジをメインにして、ちょっとこう緑のランプとかフラワーベースで緑を入れてみるみたいな色合いで統一してます。なんか一個一個わざわざさ、黄色揃えようと思ったわけじゃないけど、なんかうまく揃ってるね。黄色とかオレンジとか結構好きで、なんか気づいたら集まっちゃってたみたいな感じではあるんだけど、家にある黄色と緑をちょっと集めてきてるのはある。これはなんか大阪のアンティークショップで買ったフラワーベースと、あとワンちゃん日めくりカレンダー、オーストラリアで買ったティーポット。それもミリグラム？これもミリグラム。そっか。で友達にもらった写真集、 IKEA で購入した緑のランプと、フランスで買ったお茶とか、そういう旅で集めたものとかをちょっとずつこう飾ったりしてます。やっぱりね、そう旅先で細々したもの買っちゃうので、それを収納するというか飾るスペースがやっぱあるとずっとめでてられるのでいいなっていうふうに思います。ここは結構ね、今気に入ってるエリア。その横、ここも2月からちょっとアップデートしたんですが、よいしょ、こう洗濯機がこう丸見えになっちゃってて、でここが結構生活感があるからちょっと隠したいなっていうふうに思ったので、銀で買った突っ張り棒に同じくあっちのカーテンのリングをつけて、マリメッコの布をこれに合うように購入してつけてみました。まさか、よもや、そこにドラム式洗濯機があるとはあると思えないよね。あるとは思えないね。そうです、ドラム式洗濯機そうめっちゃ生活感が溢れちゃうんだよね、ドラム式洗濯機。そうだね。そうでもここにさ、ちょうど突っ張り棒隠れるさ、こう隙間がありがたくあって、ちょうどよかったね。なんかのれんとかそういうのでも探したんだけど、あんまり好きな柄が見つからなかったので、じゃあもう普通に布を使っちゃえと思って、マリメッコの木更津アウトレットで購入したから。あ、そうなんだっけ？木更津アウトレットで購入したんだっけ？木更津アウトレットのマリメッコショップで購入して、4、5,000円ぐらいだったかな。小上がりスペースのカーペットが青なので、なんか青でなんとなく合わせてみました。でサクッとキッチンのアップデートされたポイントを紹介します。アップデートされたポイントはこの R 系の炭酸水メーカーです。これは結構最近の買ってよかったものでも紹介したりしてるよね。最近夏だし、梅シロップに炭酸水入れて梅ソーダみたいな感じで飲むっていうのが結構多いので、あとジンに入れたりとかね、
使うのが多いので、炭酸水メーカーあるのもいいし、どうせ置くんだったら普通に普段置いてても馴染むというか、こう置いておきたくなるような炭酸水メーカーあったらいいなと思って見つけて購入しました。この隣にあるこのモーニングドリームっていうラテメーカーなんていうんだっけ、ミルクフォーマーね。そう、ミルクフォーマー、これともなんか色が合ってていいんじゃないかな。でキッチンはそんな感じなんですけど、キッチンの中でもなんか気になるところがあったらまたキッチンツアーみたいな感じで紹介しようかなと思うので、そういう気になるところがあったらコメントでください。で最後はこのソファースペースを紹介します。ここはこの前とそんなにアップデートはないんですけど、まず一番のお気に入りのポイントで言うとやっぱこれかな。アルフレックスのマレンコソファーが1年前に買ってずっとお気に入りですね。ブランケット置いてたりするんですけど、こんな感じでモコモコっていう風なフォルムのソファーになっていて、硬さとか座り心地とかもとってもいいです。1年使ってみて私たち正しく座ればすごく気持ちいいし、間に座ると埋まってくなって感じです確かにね、この真ん中でこう分かれてるんだよね。だからここでこう座るとちょっとこうずれちゃったりとかして、そこがなーっていうのはあるんだけど、正しくちゃんと座れば確かに、あとこう寝たりとかも気持ちいいです。結構ゴロンって僕はしてること多いですね。多いですね。ちょうどいい硬さなんだよね。なんかこうちゃんとこう支えてくれる。ちゃんと支えてくれる感じ。見た目で想像するともっと雲みたいな柔らかい感じを想像するかもしれないけど、もうちょい弾力があってね、しっかり支えてくれる感じがするよね。そうそれが痛いそれ想像してたよりも硬いというか、あ、結構しっかりしてるんだっていうのが最初の印象。マレンコソファの特徴はこのマレンコアルフレックスっていうロゴがこうむき出しのやつが逆にこう印象的というか、ヌード地っていうんだよね。そう生地選べるんだけど、そのヌード地がちょっと可愛いというか、そういうのがいいよねってなってヌード地にしたね。革とか他の素材とかも全然選べるんだけど、ヌード地が結構夏でも全然さっぱりしてるというか、で汚れ目立つかなと思ったけど1年使ったところそんなにまだ目立たないのね。1年も使ったっけ？半年じゃない？最初のだってルームツアーの時からあったから。そっか。ほぼ1年使ってるよ。でもにしては確かにへたってもないし、1年使ったところで言うと全然へたってないし、耐久性あるなっていう感じです。でそこに、白なのでこうキーカラーになるようにこういうマリメッコのブランケットをかけてみたりとか、ニョロニョロ置いてみたりとか、そんな感じで楽しんでます。よいしょ。でそういえば全体を紹介してなかったんですけど、ソファーのスペースはこんな感じになっていて、ソファーとサイドテーブル、あとはテレビとかを置いてるので、普段の使い方としては、だいたいここでテレビを一緒に見たりとか、彼が一人でゲームしたりとか、最近してません寝転んだりとか、そんな感じで使ってます。テレビもね、ウォールっていう、そうここがこだわりポイント。ハイセンスっていうテレビにウォールっていうこう薄いスタンドみたいなのを導入してて、なんで壁付けではないんだけど限りなく壁付けに近いような感じでレイアウトできてるかなと思います。配線もね、あんまりごちゃごちゃしないように気をつけてね。そう、配線めちゃくちゃ頑張ったよね。頑張ったねすごい束にしてて、この裏に頑張って収納しています。テラコッタを基調にしてるってさっき伝えたんですけど、サイドテーブルがあったりとか、この時計もブラウンというかテラコッタというか、そういう感じの色味の時計を選んでみました。あとはあと3つぐらいここの壁に貼ってて、ちょっとこれがないと寂しい感じなのでアートを飾ってるんですけど、目線がこう上に上がってくれるので、なんかテレビがあると少し生活感を感じるんですけど、このアートとかがあるおかげでなんとなくこう部屋がまとまってるかなと思ってます。で次にお気に入りのポイントはここのサイドテーブルかなと思います。これはオーストラリアの時からずっと使ってて、ウッドっていうブランドのサイドテーブルです。北欧のブランドなんですけど、結構ね多分10キロぐらいある重たいそう
ずっしりしてるんだけど頑張ってオーストラリアから輸送してもらいました。テラコッタ色のこの色味がすごくいいなっていうふうに思っているのと、あとはその下の収納する部分が S 字になってるのも気に入ってます。で S 字になってるので表と裏でそれぞれ収納ができます。なのでこっち側には見せてもいいなっていう本とかを収納してて、裏には隠したいリモコンとかを収納してたりとかするので、そういうちょっと機能性があるのもいいですね。その上にこういうフラワーベースとかも飾ってて、これもオーストラリアで使ってたファジークっていうブランドのフラワーベースです。これもずっとお気に入りで2年ぐらいずっと使ってるものです。でここにはモンステラを置いていて、ここにねモデム Wi-Fi のモデムとか置いてあるんですけど、それをモンステラがいい感じに生い茂ってるおかげで隠れてくれてますだいぶ伸び伸びだね。本当にね伸び伸び。最初にやったルームツアーとか見てもらうと違いがわかると思うんだけど、もうどんどん伸びてて、これとか本当にすごくない？いやそれね、侵入しすぎじゃない？うちにねそうそう、こっち側になんかね、せっかく棒みたいなのちゃんと買って刺してあるんだけど、この支柱みたいなのがあって、そこを伝って上に伸びていくはずなのに、それを無視して横に伸びるこいつ伸ばしてあげようね。本当に元気。これとか新しい葉っぱだね。そうだね、うん、なんかちょっとたまに意地悪して水控えてあげようと思ってるのにずっと元気ね、すごい元気。どこまで伸びるんでしょうって感じだね。というわけで今の我が家のルームツアーをしてみましたが、いかがでしたでしょうか？だいぶ暗くなってきちゃいましたね。今回紹介したのは概要欄にリンクを貼っておくので、そちらも気になる人はチェックしてみてください。で、あと紹介してないものとかで気になるものがある方とかはまたコメントでいただけると別のタイミングとかで紹介できるかなと思うので、そういうコメントも感想とかお待ちしてます。結構1年住んでだいぶ安定してきたというか、やっとお部屋が整ってきたなっていう感じなんですが、またちょっとここ模様替えしようっていう決めてるところがあったりとかちょこちょこあるので、またアップデートしたらシェアしていきたいなと思います。というわけで最後まで動画見てくれてありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それは